源氏物語イラスト役で最強の古文速読力を身につけましょう。この動画ではまず原文が流れますので、あなたもそれに合わせて音読をしてみてください。次に熟語訳が流れます。一瞬で一語一語をしっかりと見抜くようにしてください。さらにイラストが浮き出てきますので、イメージを沸かせていきましょう。では具体的に見てみましょう。女房、行為、あまた侍玉池ける中に、こんな風に原文を読み上げますので、あなたもそれに合わせて音読をしてください。次に赤字で現代語訳が表示されます。一語一語、特に傍線部分に着目しながらしっかり見比べてください。さらにはイラストが出てきます。イラストでイメージを持たせながら次に進んでいきましょう。では、イラスト訳本編のスタートです。今回話しますのは式部之丞。愛称の唐をつけて唐式部之丞と言ったりもします。では、どんなエピソードが語られていくのでしょうか。早速行ってみましょう。式部がところにぞ。景色あることはあらん。少しずつ語り申せと責めらる。下が下の中にはなじょうことかきこしめしどころはべらんといえど、遠の君まめやかに遅しと責めたまえば、何事を取り申さんと思い巡らすに、まだ文章の章にはべりしとき、賢き女の試しをなん見たまえし、かの馬の神の申したまえるように、公事をも言い合わせ、私ざまの世に住もうべき心置き手を思い巡らさん方も至り深く、座への木は生々の博士恥ずかしく、すべて口明かすべくなんはべらざりし、お楽しみいただけましたか？単語や文法は
頭に入りましたでしょうか？今回の重要古語はこちらです。また、文法事項はこちらです。今回は反語が出てきましたね。疑問反語の識別についてちょっとお話をしたいと思います。例えば、かかり結びの法則の場合、文中にや、かが出てきて、文末が連体形で結ばれる場合、疑問や反語の法則になります。基本的に文脈判断なんですが、やは、かはという風に強調された場合は、反語が多いという風に習っている人もいるかと思います。また同様に疑問副詞が出てきた場合も、疑問、反語、どちらかを文脈判断しなければなりません。今回は、なじょうという言葉が出てきて、さらに、形助詞のかがくっついて強調されてましたね。その場合は、反語になる場合が多い。そんな風に習っている人もいるかと思います。ですが、基本的には、文脈判断。例えば、現代でも、何々したのという風に優しく聞いたら、疑問。それに対して、なぜしないのという風に強調される場合は、反語などと文脈によって使い分けられていますよね。さあ、今回のあまよの品定め。ラストの登場人物、式部の嬢のお話が始まります。自分は下っ端だからと最初は話すのを拒んでいたんですが、無理に勧められて話し出したのが、自分が半人前だった頃付き合っていた女性のお話です。非常に賢い女性だったみたいです。漢学の才能にも優れていて、こちらが立ち立ちになるほどだった、そんなお話でした。さて、このエピソード、作者である紫式部が誰を念頭に置いていたのか。例えば、百人一首にこんな和歌があります。世を込めて、鳥の空音は測ると、世に大阪の関は許さじ。まるで、慶明苦闘という漢石の故事を思い浮かべてしまうような和歌。清少納言の読んだ和歌。作者、紫式部は、紫式部日記の中で、清少納言をめちゃくちゃ批判をしているんですね。この、東式部の城のエピソードの出てくる女性も、清少納言を匂わせる、そんなエピソードじゃないでしょうか。さあ、今回も第2条母切り、あまよの品定めからの動画でした。第1条切り壺においては、すでに YouTube にアップしてあります。リンクを下に貼っておきますので、また確認をし、最初からご覧になってくださいね。ブログの方も毎日更新しています。よかったら、日々の受験勉強のサポートにお使いください。それではまた。